皆さんこんにちは。ハンドメイドきよちゃんです。今回も、こちらのダイソーさんの、サラリという夏糸を使ってバケットハットを編んでいきたいと思います。1玉 25g、糸長が92メートルあります。ルリコンというブルーの糸になります。かぎ針は5号針と4号針を使って編みます。ない方はこちらのゲージに合った糸を選んで編んでください。使用針が 6mm から 7mm で、標準ゲージ10センチのメリヤス編みで24目32段になっています。この材質が、綿が 70%、ナイロンが 30% になっています。このような糸に合った、もし糸がない方は台替で、編んでください。で、こちらの糸でバケットハットを編むんですけど、どうしても柔らかい、毛糸ですので、ちょっと頭のところがまっすぐ、平らにならないこう頭にフィットした感じにかぶるとそうなってしまうので、もし本当にバケットハットこの、てっぺんがまっすぐで、こうバケツのような帽子にしたい方は、浜中さんのエコアンダリアとかああいう素材で、編むといいと思います。かぎ針5号針なら、適した範囲だと思うので、そちらの糸で編むとこのバケツのような帽子になるかと思います。で編み方なんですけど、編み方は、去年紹介したシンプルな、日よけ帽子を、参考にして編んでいただきたいと思います。こちらの方からも紹介しますし、概要欄にも、その動画貼り付けておきます。日よけ帽子の丸2のところを参考にして、編み方がわからない方はそちらをご覧ください。こちらの、編み図表で、私の方からはご紹介させてもらいます。分かりにくい部分は、動画で、紹介していきますが、基本編み方は編み図表でご紹介していきます。すいません、全体が映らないんですけど、こちらでご紹介していきます。こちらが段数になります。こうね、段数で、こちらが目数になります。で、トップの部分とサイドの部分でブリム、このつばの部分3段階に分かれていて、トップの部分とサイドの部分は中長で編みます。でブリム、つばの部分は細編みで編んでいきます。トップの部分はかぎ針5号で編んで、サイドの部分が、4号針で編みました。でまた、ブリムの部分は5号針で編んでます。ちょっと、2玉で編み切りたかったので、サイドの部分はちょっと、きつめにしようと思って4号針で編んだんですけど、5号針でそのまま編んでいただいても、多少緩くなりますけど、多少緩くなって、3玉使用する形になりますけど、そのまま5号針で編んでもいいと思います。結局最終段のところで、10センチぐらい足りなくなってしまって、3玉、ギリギリ3玉になってしまったんですけど、
このサイドの部分を1段減らせば、4号針で編んで1段減らせば、2玉で36段2玉で編み切れると思います。はい、この T のマークが中長を意味します。で、この V が、増し目を意味します。で、この数字は、ここで言うと中長編みの数を意味します。中長編み1目編んで増し目っていう感じで、中長編みを2目編んで増し目っていう感じで、これは、中長編みの数を意味します。で、細編みの部分は、この増し目は細編みで増し目をしていきます。この X、×の記号は細編みを意味します。ここは増し目がないので、細編みのこの記号を書いています。こちらも、細編みを11目編んで増し目っていう、この細編みの数を意味します。はい。では、1段目から輪の作り目から、立ち上がり鎖2目で立ち上がって、で中長編みを5目編みます。この立ち上がり鎖2目は、中長1目分になるので、中長を5目編んで、この鎖の部分とプラスして、中長6目編み入れる形になります。で2段目は、前目、増し目をしていきます。立ち上がり鎖2目編んだら、そこの立ち上がり根元の部分にまた針を入れて中長を1目編みます。で次の目から、中長を2目ずつ編み入れていくので12目になります。で3段目も、1目の中に2回ずつ、中長編みを編んでいくので24目になります。4段目は1目おきに増し目を編んでいきます。で最初立ち上がり鎖、2目が中長1目分になるので、立ち上がり鎖2目編んだら隣の最初の目に、中長を2目編み入れて増し目をしていきます。で次からは、中長を編んで増し目、中長を編んで増し目という形で編んでいくと36目になります。5段目は、2目おきに増し目をしていきます。そうすると48目になります。という感じで、6段目までは、毎段12目増し目をしていきます。ここは具体的に、先ほど紹介した動画で編み方を、紹介しているのでそちらを見て編んでいただければわかると思います。で、7段目から、参考動画で上げたものと目数が変わってくるので、こちらを見て編んでいただきたいと思います。7段目は5目おきに増し目をしていきます。5目中長を編んで、立ち上がりはね最初目数に入るので最初の立ち上がり、鎖2目編んだら中長を4目編んで増し目、次からは中長を5目編んで6目目に増し目をしていく形で編んでいきます。そうすると、
7段目は70目になります。で8段目は、増し目がないので、中長を70目編んでいきます。で9段目は最初に2目、中長を編みます。立ち上がり鎖2目編んで中長を1目編んだら、中長2目分になるので、そしたら、中長の増し目を編みます。その後は中長を6目、増し目なく編んで7目目に増し目、6目中長編んで7目目に増し目という感じで繰り返し編んでいきます。そうすると最後増し目の後4目が余っているので、中長編みを4目編んで終わります。そうすると80目になります。で10段目は、増し目がないので中長編みを80目編んでいきます。で11段目は斜め置きに増し目をしていきます。最初は立ち上がり鎖2目編んで6目中長を普通に、編んで7目目に増し目、その後は7目中長を編んで8目目に増し目をしていきます。そうすると、11段目は90目になります。このように、1目ずつ、増し目を、ずらして編んでいきます。これ6目おきに増し目になってます。これ、2目と4目足すと6目になりますので、こちら6目おきに増し目、7目おきに増し目、8目おきに増し目という感じで、1目ずつ目をずらして増し目をしていきます。そして、14段から、28段は4号針に変えて、増し目はなくて、110目中長で編んでいきます。で、ブリムつばの部分に29段目から入ります。ここから細編みで編んでいきます。でかぎ針も5号針に変えて編みました。テクノロートというプラスチックの針金を編みくるんでいきます。29段目から編みくるんでいきます。ここの、説明は動画でしていますので、そちらを見て編んでいっていただければいいと思います。29段目は、最初に細編みの増し目から始まります。立ち上がり鎖1目編んで、この前段までの中長の時は、立ち上がり鎖2目が、中長1目分になったんですけど、細編みの立ち上がり鎖1目は、目数に入らないのでここで、最初の目で増し目を編みます。細編みの、1目の中に2回細編みを編み入れる増し目を編みます。そしたら、ここが間違っていました。すいません。4目細編みじゃなくて2目細編みになります。ここで、細編みを1目増し目しているので、ここで細編み2目とこの細編みの増し目の2目を合わせて4目になるので、そしたら、次が増し目になって次からは4目細編みを編んで、で5目目に細編みの増し目になっていきます。なので、ここはすいません、間違えました。細編み、2目編んでから、3目目に、細編みの増し目を編んでいきます。
その次からは4目細編みを編んで増し目、4目細編みを編んで5目めに増し目という形で繰り返していきます。最後も4目細編みを編んで増し目で終わります。そうすると132目になります。次の30段は増し目なく、細編みで132目編んでいきます。31段目は、立ち上がり鎖1目編んだら11目細編みを編んで12目めに増し目をしていきます。11目細編みを編んで12目めで、1目の中に2回細編みを編み入れる増し目を編んでいきます。そうすると143目になります。でこのように1目おきに増し目を編んでいって、でブリム全部で8段編んで終わる形になります。トータルで36段で編み終わります。では、ポイントのところを、この後動画で紹介していきます。はい、中心から、ずっと下に28段編んできました。そしたら、ブリムつばの部分を編んでいくんですけど、針は 2.5mm の4号針から、3.0mm の5号針に変えます。そしてテクノロードという、プラスチックの針金を一緒に編みくるんでいきます。こちらがテクノロードになります。このプラスチックの針金をこのチューブだいたい 2.5 センチぐらいのところをカットして、先にチューブを入れてから、このように、ねじって、そしてこの針がちゃんと入るぐらい残してねじったら、この、チューブを境目のところが真ん中に来るように入れて、ここでドライヤーをかけます。そしてこのチューブを収縮させて、固定したら、この編み地と一緒に編みくるんでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、今までは中長編みだったので、立ち上がり、鎖2目は、目数に1目に入ったんですけど、ここからは細編みで編んでいくので、この立ち上がり部分が、目数に入らないので、最初の目を増し目します。その時に、最初の目に針を入れたら、この、輪にしたテクノロードを針に入れて細編みを編んでいきます。はい、もう一回同じ面のところに、針を入れて、テクノロードも同じように、輪の中に針を入れて、これで、細編みの増し目を、最初の目でしました。そしたら、次からはこの針の上に添えるようにテクノロードを置いて
このように編みくるんでいきます。あと2目、1目の中に1目ずつ細編みを編みます。これで全部で1,2,3,4目編んだことになります。増し目を入れて4目細編みを編んだら、5目めは増し目を編みます。同じ目に針を2回入れます。細編みを2目編み入れます。これで1目増えました。でまた、増減なく細編みを4目編みます。1目の中に1目ずつ細編みを編んでいきます。そしたら、5目めは増し目、1目の中に2回細編みを編み入れます。4目普通に細編みを編んで5目めに増し目をしていきます。これを繰り返していきます。そうすると、132目になります。繰り返し編んでいきます。4目細編み編んで5目めに増し目、同じ目に針を入れて細編みを2回編み入れます。1周編んできました。最後、1目の中に2回細編みを編み入れて、ちょっと分かりづらいんですけど、最初の目に、糸を引き抜きます。この時もこのテクノロート、上にこの、針の上にこう乗せて糸を引き抜きます。はい。そしたら、次ブリムの2段目立ち上がり鎖1目編んで、2段目は、増減がないので、このテクノロートを一緒にこのように編みくるみながら132目編んでいきます。はい、ブリムの2段目の最後に来ました。そしたらまた糸を引き抜くときにこのワイヤーを上に乗せてから糸を引き抜いて、それで、2段目がブリムの2段目が終わりました。で3段目立ち上がり鎖1目編んで、11目編んで12目目に増し目をしていきます。時また最初にこのように針を入れてワイヤーを乗せて細編みを編んでいきます。で最初の目がわからなくなってしまう方はこのように、1目目の細編み編んだところの目にマーカーをして編み進めてください。このワイヤーは私はこのようにマーカー、このように輪の中にワイヤーを入れて、まとめて置いて編んでいってます。で、短くなったらここの、1本を取っていくっていう感じで編んでいきます。これ束にしとかないとすごい広がってしまってまとまりがなくて大変になってしまうので、参考にしていただけたらなと思います。では、
表に沿って編み進めてください。はい、つばを8段編んで、最後あとこのぐらいのところで糸が終わってしまいました。2玉で編み切りたい方は、こちらのサイドのところ、110目、増し目なく編んだ、ところ、15段、増減なく110目で編んできたんですけど、ここの部分を1段減らして、14段にして、ここの足りない部分を、補っていただければいいと思いますし、深さもだいぶ深く取ったので1段減らして、その分をここに、足してくださってもいいですし、もっとつばを長くしたい場合は、3玉目にそのまま、糸を継ぎ足して編んでいってくださればいいと思います。一応8段ブリム8段編んで終わるのですが、ここで編み直すのも大変なので、3玉目付け足していきます。ここブリムの8段目は増減がないので、そのままこのように編んで付け足します。はい、そしたら、ここが終わりのところになるので、あと、4センチぐらい手前のところで、この、テクノロートをまたこのように一応もう一回こうワイヤーが詰まってないかこのように、しごいて長さを調節してから、だいたい終わりのところを折り曲げて、それでちょっとカットしてから、このチューブも 2.5 センチぐらいのところをカットして最初に通してから折り曲げて、ちょっとあれですね、もうちょっと取った方がいいか。このように短くなっちゃうと短くなっちゃう、このように短くなってしまうので、ちょっと長めにカットした方が安心かと思います。このように曲げて、この、針が入るくらいの輪を作って、ここにチューブを通して、ここにまたドライヤーを当ててチューブを圧縮します。はい、そしたら最後の目の時にこの輪を一緒に通して細編みを編んで、ちょっと難しい、こうして細
細編みを編んで、で、最初の目に糸を引き抜いて、これで、ブリムが編み終わりました。この、糸端をちょっとこのワイヤーが出てこないように、このように固定して、ちょっとこう隠れるように、縫って、糸端の始末と一緒にこのように始末します。はい。そしたらこれで、ブリムが完成しました。はい。そしたら最後に、糸端の始末、今のように編み地にこう縫い付ける感じで、この、玉と玉の間のつなぎ目のこの糸端もこう編み地にこう適当に縫い付けて、処理してくだされば大丈夫です。はい。このように、始末して、最後に裏側からスチームを、浮かせるように当てて、形を整えたら完成になります。はい、このように出来上がりました。簡単でシンプルなバケットハットになります。このつばの幅は 3.5 ミリでそんなに深くないんですけど、幅がないんですけど、このサイドの深さがあるので、日差しもちゃんとカバーできる帽子になったかと思います。若い方から年配の方までかぶれるようなデザインになったと思います。こんな感じになります。で、重さも 52g で本当に軽いので、今の時期に適した、素材だし、デザインになったかと思います。ぜひグッドボタンまたコメントよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。